こんにちは。今回は長々編み5目の玉編みの花びらが8枚ついた少し大きめな立体的なお花を紹介します。前回はこちらの長々編み5目の玉編みを6枚つけた可愛いお花を紹介しましたが、今回は8枚の花びらをつけた大きめなお花を紹介します。編み図で説明します。最初は鎖編み5目の輪の作り目からです。1段目は長編みを編みますので、輪を作って引き抜いたところから鎖編み3目を編んで、輪の中に長編みを15目編み入れて、最後は鎖編み3目の頭に引き抜き編みをします。これで1段目ができました。2段目は鎖編み1目を編んで、今引き抜いた鎖編み3目の頭のところに細編みを編みます。次は長々編み5目の玉編みを編みます。隣の長編みの頭に編みますが、最初は今ここで細編みを編んだところから鎖編み2目を編んで、次に前段の長編みの頭に長々編み5目の玉編みを編みます。玉編みを編み終えたら、そこから鎖編み3目を編んで、次の細編みは隣の長編みの頭に編みます。これが一つの花びらになります。これを繰り返して8枚の花びらを編み、最後は最初の細編みの頭に引き抜き編みをして閉じます。では最初の鎖編み5目の輪の作り目から編み始めます。鎖編みはここから1、2、3、4、5目を編んで、最初の鎖編みに引き抜き編みをします。1段目は長編みですから、鎖編み3目を編んで、次は輪の中に長編みを15回編みます。長編みは針に糸をかけて輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸だけを引き抜き、また糸をかけて残りの2本を引き抜いて、長編みができました。今1回編みましたので、あと14回長編みを編みます。針に糸をかけて輪の中に入れ、2本の糸を引き抜いて、また2本の糸を引き抜いて、長編みが2回できました。次も長編みを3回、4回、5回、あと10回長編みを輪の中に編み入れます。15目の長編みを編みました。鎖編み3目と長編みを15目編みました。1段目は最初の鎖編み3目の3個目の頭に引き抜き編みをします。これで1段目ができました。次は2段目です。編み図で説明します。今ここで引き抜き編みをしました。次は鎖編み1目を編んで、鎖編みの根元のところにすぐ下のところに細編みを編み、ここから鎖編み2目を編んで、次は隣の長編みの頭に長々編み5目の玉編みを編みます。玉編みを編んだら鎖編み3目を編んで、隣の長編みの頭に細編みを編んで花びらを作ります。ではここから最初の鎖編み1目を編んで、すぐ鎖編みを編んだ根元のここです。最初の1段目の
3個の鎖編みの頭のところです。ここに細編みを1目編んで、次は鎖編み2目を編み、次に長々編み5目の玉編みを編みます。長々編み5目の玉編みを編み入れるのは、今鎖編み3目のところに細編みを編みましたが、その隣のここです。この長編みの頭のここに長々編み5目の玉編みを編み入れます。長々編み5目の玉編みは針に2回糸を巻いて、隣の長編みの頭に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜き、また糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜いて、未完成な長々編みを作りました。ここまでが未完成な長々編みです。この未完成な長々編みを5回作って玉編みを作りますので、今1目できましたから、あと4回未完成な長々編みを編みます。針に2回糸を巻いて、同じ長編みの頭に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、また糸をかけて2本の糸を引き抜いて、未完成な長々編みが2目できました。あと3回同じところに未完成な長々編みを編みます。これで3目、4目、5目。未完成な長々編みが5目できました。これを一度に引き抜きます。針に糸をかけて、針を上に押し上げるようにしながら、一度に引き抜いて、これで長々編み5目の玉編みが完成です。ここまでが長々編み5目の玉編みになります。ここから次は鎖編みを3目編んで、隣の長編みの頭です。今ここが玉編みを編みました。次は隣のこの長編みの頭に細編みを1目編みます。この花びらは下から押し上げて丸い形を作ってあげてください。この花びらと同じ花びらをあと7枚編みます。鎖編み2目を編んでから次の長編みのこの頭にここに長々編み5目の玉編みを編みます。針に2回糸を巻いて隣の長編みの頭に針を入れ、糸をかけて引き出し2本と引き抜いて未完成な長々編みができました。あと4回未完成な長々編みを編みます。これで3回目、全部で5目の未完成な長々編みを作ります。これで5目の未完成な長々編みができました。これを一度に引き抜いて長々編み5目の玉編みができました。次は鎖編み3目を編んで隣の長編みの頭に細編みを編みます。花びらを膨らませて、これで2つの花びらができました。あと6個の花びらを編みます。全部で8個の花びらができました。
最後は鎖編み3目を編んでから最初の細編みの頭です。ここです。ここに引き抜き編みをします。これで長々編み5目の玉編みの花びらが8枚ついたお花ができました。糸を切ってこの糸はとじ針で糸始末をします。今引き抜いたこの位置のすぐ下の位置に針を入れます。この時はこの細編みの根元のところでもいいかと思います。ここに入れると花びらの締まりが良くなると思いますので、このようになります。あとはもう後ろの目立たない位置に糸を通してください。このぐらい糸を通せば大丈夫です。これが最初の鎖編みの時に一緒に編み込んだ糸ですから、余っていたら一緒に切ってください。ここで糸を切ります。お花を後ろから押し上げて花びらをふっくらと刺してあげてください。裏はこのような形です。長々編み5目の玉編みが8個ついた少し大きめな花を紹介しました。今回はこちらの大きめの花です。編み図はこのような形です。8枚のふっくらとした花びらがかわいい立体的なお花を紹介しました。